言っておくけど、あんたたちとはもう家族でも何でもないのよ。結婚したらこんな貧乏一家とは絶縁だから、今日はそのお別れを言いに来たのよ。玉の腰に乗ったという長女の美奈子は、私と長男の修一に向かって辛辣な言葉を浴びせる。そんな険悪なムードを変えようと、私はパンと手を叩く。まあ、そんなこと言わないのよ。それよりも結婚式が楽しみね。私がそう言うと、美奈子はふんと馬鹿にしたように鼻を鳴らし、私を睨む。何言ってるの？あんたたちみたいな貧乏人は、恥ずかしくて相手の両親に紹介できるわけないじゃない。うちの両親は他界して兄弟もいないって言ってるから、結婚式にも来ないでね。え？美奈子の言葉に、私は思わず声を詰まらせる。修一も驚きの表情を隠せない。それって、私たちとはもう関係を断つってこと？はあ、だからさっきも言ったでしょ？あんたたちとは絶縁するの。もう家族じゃないってこと。わかる？実の娘に絶縁宣言をされることほど心が痛むものはなかった。しかし、そんな私の様子を気にすることもなく、美奈子は淡々と話を続ける。それと、私、妊娠したっていうことになっているから、仕事も辞めて、これからはのんびり社長夫人として過ごしていくのよ。は？美奈子の言葉に、私は思わず大きな声を上げる。妊娠しているの？そういうことにしただけよ。はい？飲み会で啓太さんに強い酒を飲ませたら泥酔しちゃってさ、仕方ないから宿泊施設に連れて行ったら、啓太さんは記憶がないって言うから、つい勢いで妊娠したって言ったのよ。まさか、それで？そう、そのまさか。彼ったらすっかり信じちゃって、プロポーズまでしてきたのよ。美奈子は自慢げに話しているが、要は嘘をついているということではないのか。私は頭を抱えながら経緯を尋ねた。どうしてそんな嘘をついたの？バレたら結婚どころか会社までクビになっちゃうわよ。しかし美奈子は特に気にする様子もなく、あっけらかんと答える。玉の腰に乗るならこれくらいしないとね。美奈子はそう言い残し、さっそうと家に帰っていく。美奈子が帰る姿を追いながら、私は再び頭を抱える。相手の男性には嘘をつき、私たちをいないことにする。こんな嘘にまみれた結婚を祝福できるわけがない。私はその夜、夫と話し合い、ある一つの覚悟を決めた。私の名前は梢。今年で59歳になる専業主婦。夫の真治とは26歳の時、友人の紹介をきっかけに知り合い、意気投合した結果、交際に発展して結婚へと至った。夫は今年60歳の定年退職を迎え、それを機に私も勤めていたパートを辞めることになった。それからは専業主婦となり、今は2人で第二の人生を悠々自適に暮らしているところである。夫は昔から倹約家で、家計の管理は結婚をしてからずっと夫がしてくれていた。レシートを家計簿に貼り付け、収入と支出の割合を見て、貯蓄割合を毎月出す。さらに夫の勧めで、若い頃から積み立て定期預金もしていたため、子供の進学費用、旅行費用、住宅購入などの出費に対して計画的に準備し、順当に支払いができてきた。そして月に一度、夫婦で話す時間を設けて、これからの出費のことなどについて話をしていた。そうしているうちに、自然と無駄遣いもなくなって、コツコツと貯金ができるようになり、急な出費に備えることができていたのだった。そんな私たち夫婦の間には2人の子供がいる。長女の美奈子は今年で30歳になり、近くで一人暮らしをしている。念願の第一子だったため、甘やかして育ててしまった部分があるせいか、少しわがままな子に育ってしまったかもしれない。美奈子は小さな頃から活発で友人も多く、高校生になった頃からは外で遊び歩くことが多かった。
私はいつも心配になりながら帰りを待っていたことを覚えている。今でもたびたびお金を借りに来ることもあり、未だにお金に困っていると言われてしまうと、夫に内緒でお金を貸してしまうこともある。長男の修一は美奈子より2つ年下の28歳で、まだ実家に暮らしている。修一は美奈子とは正反対で、おとなしく外で遊ぶよりも屋内で本を読むのが好きな、そんな子だ。なんとか2人の子供たちを大学に進学させ、就職させることができた私はほっと一安心していたが、育児生活を振り返ってみると、やはり一筋縄ではいかなかった。とりわけ、夫の教育方針にいつも反発していた美奈子に関しては、本当に大変だった。昔からすぐに好みが目移りしてしまう美奈子は、よく夫に物をねだっては断られ、揉めることも多かった。ねえお父さん、学校で使う新しいカバンが欲しいから買って。ダメだ。この間も買ったばかりだろ。でも、今流行っているカバンがあるの。みんな持っているんだよ。私も欲しいよ。夫の話も聞かず、美奈子はだだをこねる。みんなが持っているからというのは理由にならんだろ。今使っているものが使えなくなったら買ってやる。もういい。お父さんなんて嫌い。夫は断固として美奈子のわがままを認めなかった。友達と遊びに行くからお金ちょうだい。中学生になり、お小遣い制にしてからは毎月の金額では足りないのか、お金をせびるようにもなった。しかし、倹約家の夫が許すわけがなかった。毎月小遣いはやっている。その中から出しなさい。もうそんなのとっくになくなっちゃったよ。じゃあ次のお小遣いの分を先にちょうだいよ。ダメだダメだ。自分のお小遣いくらい自分でしっかり管理しなさい。夫と美奈子が喧嘩をした時は、決まって美奈子が自室にこもる。そして私が美奈子を慰めに行くまでが、いつものお決まりの流れだった。美奈子、お父さんだって意地悪で言ってるわけじゃないのよ。分かってあげて。もうこんな家嫌。もっとお金持ちな家に生まれたかった。娘にこんな風に言わせてしまうのは、親としても心が痛んだ。しかし、子供の頃から何でも買ってあげて、すぐに手に入ると思わせるのも嫌だった。私は心を鬼にし、いつも美奈子に諭すように話しかけた。お父さんも美奈子のことを思って言っているのよ。それだけは分かってほしいの。しかし、私たちの言葉は美奈子には届かなかった。年を重ねるたびに揉め事は多くなり、夫と美奈子の関係はさらにこじれていくばかりだった。高校3年生の進路の選択を迫られていた時、美奈子は見栄を張りたいという理由で、学費が高いと言われている私大への進学を決めてしまう。そんなくだらない理由ならお金は出せない。当然夫が許すわけもなく、激しい大喧嘩になったのも今でも覚えている。別にいいじゃない。みんな特に理由もなく大学決めてるんだから。私の夢はお金持ちの人と結婚して、こんな家から早く出ていくことなの。だから立派な理由でしょ。こんな貧乏な家、もううんざりなの。美奈子、少し落ち着いて。あなたも美奈子の話を聞いてやってください。くだらん。そんな馬鹿げた話、これ以上聞いてられん。腕を組んだ夫は険しい表情を浮かべている。もういい。絶対あんたたちとは縁を切ってやるんだから。ふん、勝手にしろ。結局美奈子は私たちの反対を押し切り、自分の希望の大学へ進学を決めた。その頃には夫とはほとんど口を聞かず、私や弟のことも邪険に扱うようになっていた。その後、大学を卒業した美奈子は就職し、一人暮らしを始めたため、めったに実家に顔を出すことはなくなった。すると数年後、久しぶりに顔を出したと思ったら、美奈子から驚くべき報告を受ける。ちょうどその時は、夫は外出しており、家にはいなかった。一応報告ね。私、今度結婚することになったから。え、結婚？相手は？私と息子の修一は、驚いて顔を見合わせる。栄商事の社長の息子さんで、有田啓太さんっていうの。
私の夢だった玉の輿ってわけ。そう言い、美奈子は自慢げに話を進める。相手は美奈子の勤務先でもある永昌寺の御曹司だとのこと。いつの間に交際していたの？急じゃない？私は心配になったが、美奈子はそんなこと気にする様子もなく話を続ける。エリートだし永昌寺の御曹司よ。やっぱりあの大学に進学した甲斐があったわ。機嫌が良さそうに事の顛末を話し始める美奈子。美奈子の話からすると、本気で玉の輿に乗るために御曹司や裕福な家庭のご子息が通う大学に行きたかったとのこと。そしてここらでは大企業である永昌寺に就職し、社長の息子である啓太さんと知り合い、同じ大学の卒業ということで話が盛り上がったらしい。それから何度かデートを重ね、先日プロポーズを申し込まれたとのこと。姉さん、結婚おめでとう。秀一も美奈子にお祝いの言葉を述べるが、美奈子は怪げそうな表情を浮かべる。言っておくけど、あんたたちとはもう家族でも何でもないのよ。結婚したらこんな貧乏一家とは絶縁だから、今日はそのお別れを言いに来たのよ。美奈子は私たちを見下したように見つめる。そんな険悪なムードを変えようと、私はパンと手を叩く。そんなこと言わないのよ。それよりも結婚式が楽しみね。私がそう言うと、美奈子はふんと馬鹿にしたように鼻を鳴らし、私を睨む。何言ってるの？あんたたちみたいな貧乏人は、恥ずかしくて相手の両親に紹介できるわけないじゃない。うちの両親は他界して兄弟もいないって言ってるから、結婚式にも来ないでね。え？美奈子の言葉に私は思わず声を詰まらせる。秀一も驚きの表情を隠せない。それって私たちとはもう関係を断つってこと？はあ、だからさっきも言ったでしょ？あんたたちとは絶縁するの。もう家族じゃないってことわかる？実の娘に絶縁宣言をされることほど心が痛むものはなかった。しかしそんな私の様子を気にすることもなく、美奈子は淡々と話を続ける。それと私、妊娠したっていうことになっているから、仕事も辞めて、これからはのんびり社長夫人として過ごしていくのよ。は？美奈子の言葉に私は思わず大きな声を上げる。妊娠しているの？そういうことにしただけよ。はい？飲み会で啓太さんに強い酒を飲ませたら泥酔しちゃってさ、仕方ないから宿泊施設に連れて行ったら、啓太さんは記憶がないって言うから、つい勢いで妊娠したって言ったのよ。まさか、それで。そう、そのまさか。彼ったらすっかり信じちゃって、プロポーズまでしてきたのよ。美奈子は自慢げに話しているが、要は嘘をついているということではないのか。私は頭を抱えながら経緯を尋ねた。どうしてそんな嘘をついたの？バレたら結婚どころか会社までクビになっちゃうわよ。しかし美奈子は特に気にする様子もなくあっけらかんと答える。玉の輿に乗るならこれくらいしないとね。美奈子はそう言い残し、さっそうと家に帰っていった。美奈子が帰る姿を追いながら、私は再び頭を抱える。相手の男性には嘘をつき、私たちをいないことにする。こんな嘘にまみれた結婚を祝福できるわけがない。私はその夜、夫と話し合い、ある一つの覚悟を決めた。私は結婚式の日取りを探るため、美奈子の SNS を探す。ネット関係には詳しくない私を気遣い、秀一も一緒に探してくれ、なんとか突き止めることができた。結婚式当日、私は夫と秀一と一緒に相手のご両親と共に高級リムジンに乗って結婚式場へ向かう。美奈子は啓太さんとウェディングドレス姿で出迎えに来ており、リムジンに興奮している様子がスモークガラス越しに伺えた。お父さんお母さん、今日は来てくれてありがとうございます。美奈子は上機嫌に車から降りた相手のご両親に挨拶をする。私たちはその後に続いて美奈子の前に姿を現す。
え、なんでお母さんたちが。目を見開き言葉を失う美奈子。娘の結婚式に家族が参列するのがそんなにおかしいことかしら。いや、でも。美奈子は思ってもみなかった事態にひどく動揺している。とりあえず外で話すのもなんだし、中へ入りましょう。私はそう言い、式場の中に入るように促した。親族の控え室に通してもらい、部屋の中には重苦しい雰囲気が漂う。そんな中、口火を切ったのは、啓太さんの父である博さんだった。美奈子さん、君は実の家族を貧乏人だからといって招待しなかったそうじゃないか。だから私から招待させてもらったよ。なんでそんなことをお父さんが。義父から厳しい言葉をかけられ、顔がみるみる青ざめていく美奈子。そんな美奈子を見て、夫はある真実を告げる。俺の親父は地主だったんだ。永昌寺の土地も親父から受け継いだものを貸している。その関係で博さんとは以前から交友があったんだ。まさかお前の相手が啓太君だと聞いたときは、俺も驚いたがな。不動産のことに関しては、私は深く関与していなかった。永昌寺の土地のことも、夫の友好関係も知らなかったため、夫の帰宅後、話が発覚したときはひどく驚いた。は？地主？それならどうしてあんな貧乏生活を強制したのよ。確かにうちは他の家庭よりも収入が多い方だったかもしれない。しかし、夫はお金の使い方には人一倍厳しい考えを持っていた。それは義父からの自分たちで使うお金は自分で稼ぐことという教えを受け継ぎ、今まで不動産収入には一切手をつけずに、自分たちの生活費は自分たちで稼いでいたから。そして、冠婚葬祭や万が一の時のためだけに貯金をしていた。貧乏だったというわけではなく、お金の使い方にきちんとメリハリをつけろというのが義父の教えだと夫はよく言っていた。その教えを夫は受け継ぎ、子供たちにも厳しくしていたが、美奈子にはその辺がわからなかったのだろう。美奈子、さっき親父から聞いたけど、妊娠も嘘だって本当にそうなのか？啓太さんは険しい表情を浮かべ、美奈子を問いただす。夫は先日、博さんに連絡を取り、洗いざらい話をして謝罪したが、その話は啓太さんの耳にも入っているようだ。いや、ここまで証拠が揃えば、美奈子は言い逃れはできない。嘘をつくなんて信じられないよ。俺は美奈子と子供を守っていく決意をしていたのに。啓太さんは悲しそうに目を伏せる。そして、はぁと深く深呼吸をし、再び美奈子を見つめる。もう君のことは信じられない。婚約は破棄させてもらう。そんな、お願い許して。啓太さんにすがり許しを請う美奈子。そんな美奈子に追い打ちをかけるように、博さんも話を続ける。こんな自分勝手な嫁はいらん。もちろん会社にもだ。二度とうちの家と会社の敷居をまたぐことは許さない。そんな。美奈子はその場にへなへなと座り込む。結婚式の代金とその他諸々のお金もしっかり請求させてもらうから、きちんと責任を果たすことだな。美奈子は啓太さんの言葉に泣き出してしまい、夫に助けを求める。お父さん、私社長夫人になれると思ってお金もたくさん使っちゃったの。もう出せるお金もないの。お願い助けて。夫は座り込んで泣いている美奈子を静かに見下ろす。甘えるんじゃない。自業自得だろ。それにお前は梢と秀一に家族じゃないって言ったそうじゃないか。俺は他人を助けるほど甘くはない。二度と顔を見せるな。お母さん、秀一。今度は私たちをすがるように見てきた美奈子だったが、私も秀一も声をかけることはしなかった。私たちは有田さんご夫婦と啓太さんと共に式場を後にする。新郎のいない結婚式はもちろん中止となり、美奈子と啓太さんとの婚約は破談となった。後日、啓太さんが改めて美奈子を問いただしたところ、
本当は一夜の関係どころか、二人の間には何の関係もなかったそうだ。しかし、怒り心頭のひろしさんから委託されて、弁護士が慰謝料と損害賠償、結婚式の支払い費用を美奈子に請求したため、美奈子は多額の借金をする羽目になったと、啓太さんから教えてもらった。もちろん私たちは美奈子を受け入れることはせず、美奈子自身で借金を返済させることにした。姉さんはああ言っていたけど、俺は二人の子供で育ってきたことを誇りに思っているよ。しばらくは気分が落ち込むこともあるかもしれない。しかし、気を使ってくれたであろう修一の言葉は、私と夫を救うには十分なほどだった。三人で夕食を食べながら、私はこれからもつつましく生きていこうと心に誓うのだった。